ひろみさんご夫婦はお子さんのみ発達特性が終わりなのでしょうか？人から見たら変なところとかはたくさんあると思うし、失敗がめちゃくちゃいいことなんだよって、何も恥ずかしくないしかっこいいんだむしろっていう、一人では正直太刀打ちできないことも家族やその周りの人とかがいればなんとかなることってたくさんあるので、本当にゲームを攻略していくのと同じ感覚なような気がします。ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、こんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。こちらのチャンネルは理解されづらい発達特性をお持ちのお子さんの育児に関して、我々親子が実践して良かったこと、効果のなかったこと、意識していることなどをシェアしていくチャンネルです。もしよろしければ高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、ご質問をいただいたので、そちらにお返事してみたいと思います。いただいたのがですね、こちらのご質問です。未診断ですが、自身に ASD、ADHD のような特性があります。20代後半に差し掛かり、結婚や出産も視野に入れて考えたときに、遺伝の可能性などを考えて不安になることが多い一方で、もし子供に特性があっても、自分が似た特性を持っていることで理解やサポートをできる可能性もあるなと、いろいろ悩んでおります。ひろみさんご夫婦はお子さんのみ発達特性が終わりなのでしょうか？プライベートなテーマですので差し支えない範囲で、ご夫婦の当たり前とお子さんの特性のギャップによる葛藤やご苦労、それを乗り越えるための工夫などお伺いできればとても参考になるなと思いましたといただきました。ありがとうございます。最初に申し上げておくと、ASD とか ADHD って本当にいろいろな、特徴、症状があるみたいで、私もその息子がすごく癇癪持ちで、激しい性格だなとは思ってたんですけど、それが ADHD とか ASD とは思ってなかった理由の一つに、私が勝手にイメージをしていた自閉症とか、自閉スペクトラム症とか ADHD とちょっと違ったんですよね、息子の、タイプというのか。発達に関しては本当に何も心配するところがなくて、どっちかっていうと器用ですし、真面目に何でもこなすし、外ではね、あと言葉もすごく達者だし、人の言ったこともよく理解できるし、なんていうのかな、例えば一つのことをずっと遊ぶとか、物をきれいに並べるとか、そういうこともなくって、私が勝手に抱いているそういう特徴とは合致しなかったっていうところはあったんですね。もちろんじっとしていられないとか、そういうのはありましたけど、お家だし、男の子はそういうの多いって聞くし、まだ4歳だしなって思っている自分もいてですね。っていうことだったんですけど、でもお医者さん専門家から見ると明らかな特徴が出てるよっていうことだったので、いろいろな特徴があって、何が強く出るっていうのは本当に人それぞれなんだなっていうのをね、すごく思ったんですよね。で、そこはちょっと耳の聞こえない方の手話できるできない問題とも似てるのかなって思ったところがあって、どういうことかっていうと、私はてっきり耳の聞こえない方はもうほとんど手話ができると思ってたんです。だけど実際は手話する方もいれば、筆談の方もいれば、唇を読んで理解する方もいるので、理解の仕方って本当にそれぞれ、耳が聞こえないという同じお悩みを持っていたとしても、解決方法はそれぞれあるように、 ADHD とか ASD って名前はついてるんですけども、その出方は人それぞれなんだなって思うんですよね。なのでこの方がね、どのような ASD、ADHD のような特性を自覚していらっしゃるかわからないんですけれども、まずちょっとそういったことを思いましたので、お話しさせていただきました。本当にね、いろいろなんですよね。外で出る子もいれば、家では全然って子もいるし、うちは全く逆で、外ではいい子でお家で出るっていう感じだったりね。あとは息子の場合は
自分のこだわりがあるんですけど、人を良くしたいというこだわりもあって、例えば今朝私がちょっとノートに連絡ノートに書きたかったんですけど、ペンがなくて、子供のペンをちょっと貸してって、そこにあったから貸してって言ったら、白いのがあって言って、なんかご飯食べてるのパッて止めて探しに行っちゃったんですよ。で、これでいいよって言ったんですけど、彼はもうちょっとなんかいいペンを私に貸したかったみたいで、必死に探してくれたんですけど、案の定ないと、いろんなとこに置いちゃうので、でそれでキーってなっちゃってたんですけど、そういういろんなこだわりがあるわけですよね。っていうこだわりのなんか出方も方向性も多分その子それぞれあるので、これは発達障害の子供を持ったから現れた持てた観点かなと思っているんですけど、本当に人それぞれなんですよね、というふうにねすごく思っております。で遺伝っていうのもねすごく聞きますよね。私もフォロワーさんに結局その親に似るのでって、その方も ADHD のお子さんをお持ちなんですけど、良くも悪くも親に似てますよみたいな感じのことはおっしゃってましたし、こだわりっていう点では私も夫も自分の好きなことを仕事にしてる。私は自分の得意なことを仕事にしてるんですけど、でもやっぱり雇われたくないっていうのは会社員やって2ヶ月目ぐらいにすごく強く思っていたので、それも一種のこだわりじゃないですか。なので、似てるところはすごくあると思うんですよ。だから遺伝って言われたらそうなんだろうなっていうのはすごく思いますね。はい。私はその専門家ではないので適当なことは言えないんですけど、我が家の場合っていう観点ではそんな風に思っております。で、ご夫婦はお子さんのみっていうことなんですけども、発達特性。私も夫も診断受けたこともなければ、診断した方がいいかなと思った日常生活の困りごとっていうのはないんですよ。もちろん性格的に人から見たら変なところとかはたくさんあると思うし、良くも悪くも個性は強い方なので、じゃないとね YouTube とかこんなやってないと思いますし、はい、私と一緒に働いたことがある方はいろいろな記憶もあるかもしれませんけれども、ちょっとその説はご迷惑をおかけしました恥ずかしいね、失敗とか情けない格好とか本当にケツの青いこととかいっぱいいっぱいしてきたこともあるので、そういうところを見るとめちゃくちゃ変人だなとか変わってるなと言われることもあると思いますが、生活ができないとかそういうことはないんですね。なので受診しようと思ったこともないです。夫もそうです。なので診断されるくらいの生活の困りごとが出ているのは息子っていう形にはなります。で、私のちっちゃい時も、夜泣きはあったらしいですし、話を聞くと結構ショートスリーパーだったんじゃないっていう感じではあるんですが、親も別にその睡眠に関して心配していた感じでもないですし、そうですね、学校で何か問題を起こしたこともないし、むしろどっちかっていうとみんなの面倒を見るタイプでしたし、夫は学校でよく先生になんか注意されてたとは言ってましたけど、そんな問題児っていうことでもなかったと思いますし、特にその日常生活とか家庭内でもう頭を悩ませるほどの困りごとをしていたってことはどちらもないです。で、大人になってからも夫もないですし、私もその社会生活が困難になるっていうことはありませんでしたね。はい。ただ自分が人とちょっと違うなというか変わってるなって考え方とか行動とか捉え方とか解釈の仕方とかちょっと人と違うなっていうのは感じていたので、小学校ぐらいからみんなと馴染むのがちょっと苦手っていうか、みんなが笑っている内容が私にとってあんまり面白くないみたいなことも結構あったりしたので、そういう自覚はありましたね。だから夫も好きなこと仕事にしてるし、私もそういう人間なので、その二人が掛け合わさった時に、個性が弱いってことはないだろうなとは
思っていましたね。はい。で、お子さんの特性のギャップによる葛藤やご苦労っていうことで言うと、やっぱりその発達障害って分かる前も分かった後も、その本人にとって我々の言っていることがどれくらい難易度が高いのかっていうのが目に見えて分かるわけではないので、そこを想像するのがちょっと足りないなって思う時があったり、とはいえ年齢も成長していて、保育園でできることも増えていて、そろそろできるだろうって期待しちゃうこととかもあったりするので、そういう意味では息子にとってちょっと厳しいこととか難易度が高いことを求めていることもあるのかなって思ったりしますね。そこのさじ加減がとっても難しいって思います。なぜならお外ではできるから。これはよく周りにも言われるんですけど、やっぱりお家で全然できない、言うこと聞かない、癇癪につながっちゃう。でも外ではできると、じゃあ家って甘やかしすぎなんじゃないかとか、なんか私たちのやり方がおかしいんじゃないかとか、間違ってるんじゃないかとか、もちろん間違ってたこともあるんですけど、そういうことを言われがちだったり思われがちだと思うんですよ。で、正直私もそう思う時もあるんです。外でこんなできんのになみたいな。だけどやっぱりそのお医者さんからいつも言われるのは、できたで終わらせてあげてほしいと。お家でやってよかった、できた、僕はできるんだって。なぜなら彼らはもう外で本当に頑張ってると。で、これから小学校が始まるにあたってもっと外で頑張ると、そういう子は。だけど人の何倍も何倍も頑張ってくるからすぐに疲弊してしまって、よくあるパターンがもう学校行きたくないって言って不登校になってしまうパターンがとっても多いんですと。なので必要であれば時々学校を休ませてあげてもいいし、とにかくそこのね、想像力っていうんですかね、本人にとってどれだけエネルギーを使っていることなのかとか、考えてあげてほしいみたいなことは、前も言われた時にそうだよなって思うんですけど、どれだけ私は一体想像できてるのかっていうのは正直自信はね、ないですね。ないし、難しいですよね。本人も甘えたくて言ってる時もあると思うしっていうふうには思っています。なのでこの方が書いていらっしゃるみたいに、自分が特性があるからこそその子のことを理解してあげられるっていうのは非常に大きな強みだと思います。私自身子供はそのお家で頑張らせたくないっていう思いが子供を産む前からあったし、家ではすごくフリーダムにのびのびと、もう本当にただ弱みを見せられる場所っていう風にいてほしいなって思っていたんですよ。だけどそれが癇癪とか攻撃的な形で出てきた時に、こっちも身構えてしまったり、導き方が難しい、って感じるとちょっと厳しくなっちゃったりとかして、そのお家でいい子になってほしいって思ったこと一回もないんですけど、むしろいい子でなくていいって思っていたのですが、その特性の出方がね、やっぱり親も潰すぐらいの出方であると、それはもう本末転倒で生活がままならないってなってしまうので、そこのさじ加減が難しいなって思います。これからも成長とともにできることも増えていき、変わっていき、特性もおそらく強くなるとは言われているので、どう受け止めてどう導いていってあげられるのかっていうのは難しいなとは思います。なのでその子供とよく話ができる関係、嫌なこととかできないこととか、自分が情けないなって恥ずかしいなって思うような姿を思春期に入る前ぐらいまではせめて親に言える関係構築をしておきたいなって思うので、お家ではよく言ってるのは、その失敗はすっごくいいことっていうのはずっとちっちゃい時から言ってますね。なんですけど、昔CG じゃなくて英語のSpotify かなんかを
英会話ちょっと勉強しようと思ってかけてた時に、なんか失敗はしてはいけませんみたいな例文が出てきて、嘘でしょと思ってすぐに消したことがあるんですけど、それくらいそういう言葉に反応してしまうくらい、失敗はすっごくいいことと、なぜなら挑戦した証だし、失敗しないと何もうまくならないんだと、その一歩を踏めたあなたは本当に素晴らしいんだっていう、失敗がめちゃくちゃいいことなんだよって、何も恥ずかしくないしかっこいいんだむしろっていうこととか、そういう声掛けとかは意識はしてきましたけど、どれだけ本人に届いているかは、これもまた自信がないですね。なのでそうですね、私の立場から言うと、自分がその正しいとか普通だとかそんなこと全く思ったこともなければ、自分も間違えるし、多分変人だし変わってるし、中には大嫌いな方もいると思うし、集団に馴染めるタイプでもないですけど、でも法律にね反することをしていなくて、意図的に人や自分とか物を壊していなければいいのかなっていうのは思っていて、そこだけしないように生きていってほしいなっていうのは、根底にはありますけど、やっぱりできることが増えてくると求めることが増えちゃうのも正直事実としてありまして、そうね、ただね、やっぱり本当に大事だなって思うのが、息子は言ってくれるんですよ。すっごい細かいことも。今こうされて嫌だったとか、僕こんな気持ちなのにどうして分かってくれないのとか、本当に面白いんですけど、ちょっとぶつかっただけでも、ママさっきここぶつかったよ、痛かったよってちゃんと言ってくるんですよね。で、ごめん気づかなかったって痛かったねとか言って言うんですけど、ちゃんとその自分の嫌だったことを伝えてねってずっと言ってきたからか、それとも元々の性格なのかわからないですけれども、とりあえず言ってくれます。で、それに対して反応していいケースと良くないケースがあるんですけど、あえて例えば私たちに私を傷つけたくて強い言葉を言ってくることもあるしね、そうじゃないと。でもそれも本人は分かってるので、そういう場合はもうそれは間違ってるよ君がって、そういう言い方は意味がないよっていう線引きをすると、数分後にさっきはあんなこと言ってごめんなさいって言ってくるので、その時にじゃあどうすればよかったんだろうねっていうことを言葉にするようにはしてるんですけどね。はい、だからちょっと質問のお答えになってるかわからないんですけど、でもADHD であろうと ASD であろうと、どういう特性を持っているかっていうのは産んでみなきゃわからないと思うんですよ。例えばすっごく内向的すぎて公園にすら行けないとか、あるいは場面緘黙症とか、人前で話すことができなかったり、人々体を動かすこともできないとか、そういう病院でつけられる診断名がなかったとしても、いろいろな個性があるので、それに対してどうしていったらいいかっていうのはやっぱりその時その時親が考えなきゃいけないと思うんですよね。ただ親だけが頑張っても限界があるので、親だけが頑張って物事うまくいくならいいんですけど、往々にしてあんまないと思っていて、やっぱりいろいろな人に力を借りるっていうことが私は育児力だと思うんですよね。我々の場合はそういう一時預かり保育とか保育園とかそういう場所はもちろんなんですけども、医療っていうね、専門医の見解っていうのが非常に救いになりました。そういう自分と子供を支えてくださる人とかサービスとか物とかこととか、いろいろなものを自分の足で探しに行く、で助けてくださいって教えてくださいってお願いするっていうことが私は一番大事なんじゃないかなと思うんです。でその中には親のケアも含まれてる。我々の場合は、私はもうカウンセリングが結構自分に合っているので、月に1回自分のいろいろなことを吐露したりとか、必要な時に予約を入れて話を聞いてもらったりとかするんですけど、
そういう解決を求めてないけど、ただ自分の疲れとか思いを聞いてほしい時にはお金を払ってカウンセラーさんに、解決とか改善を求めているならお医者さんにっていう感じで、相談窓口を私は結構切り分けてますね。でそれをした上で情緒的なサポートだったり、今後の目標を一緒に、立てて頑張りたいという時に夫と話をしたりとかっていう矛先をね、いくつかこう分けておくっていうのもすごく大事だと思いますので、自分がそういう特性があるから結婚出産怖いなっていうのはあると思いますが、自分を知るっていうことは発達障害であってもなくてもすごく大事なことで、自分がストレス溜まった時にこういう行動に走りがちだったりとか、物事をこういう風に捉えがちだったりとか、なんか夫婦とか恋人とかこう人間関係の構築で一つとなんかトラウマがあったとしたらこうなりがちとか、なんかここで拒否しがちとか、必ず人ってなんかあると思うんですよね。そういうものを知っておく。で、知っておくのがまず最初で、その上でじゃあどうすればいいかもさらに押さえておくと、もう生活って本当に楽になると思うんですよ。だからそう本当にいろいろな病気だったりとか診断名がありますけれども、私はみんなそれぞれあると思うんですよね。例えば私だったらちょっと変わってるとか、クソ真面目すぎる体質とか、HSP とかね、こう繊細すぎるとか、人の気持ち考えすぎるとか、とにかくクソ真面目なんですけど、そういうところをもう変わらないので、そういう性質、自分が生まれ持ったものは変えようとしても変わらないので、もうそれを知っておく。で、自分で抱え込みすぎるっていうのも分かってるので、もうそれは仕組みで私は解決するようにしてて、必ず1週間のうちに休む時間をもう固定で入れちゃう。これはもうどんな時も何があっても自分のための時間として使うみたいな感じでっていう仕組みを作ってるんですけど、そんな風に自分の取扱説明書っていうのを持っておけば、子供ができた時にも配偶者ができた時にも応用が効くと思うんですね。それぞれの取説を読んで、こことここバッティングしたらちょっとしんどいね、じゃあそうしないようにしようかとか、じゃあ子供の取説これうちらだけだと取り扱えないって分かったから他社を借りてみようとか、そんな風に運用していく、ちょっとサービスみたいな言い方になりますけども、本当にゲームを攻略していくのと同じ感覚なような気がします。いかに自分たちが穏やかでいられるために、楽しく人生を過ごすためには、まず自分知らなきゃねみたいな、自分の手札は何なのかって知らなきゃいけないし、相手の手札を知らなきゃいけないじゃないですか。で、家族は仲間なのでそれぞれの手札を見なきゃいけないですよね。で、その上で足りないものとか持ちすぎているものとか強み弱みっていうのを分解すると、そうすると前に進んでいく方法が自然と見えてくると思うので、これは発達障害の有無に関わらず必要なことなんじゃないのかなと私は今のところ思っております。本当にね、息子がね教えてくれたこと本当にたくさんあって、一つは本当に自分自身を知るっていうことだったんですよ。夫も私もトラウマがあることが明確に分かりましたし、それに対して私はすごく前進していることもあるし、息子が教えてくれたことのこれはごく一部なんですけど、本当にこうありがたいなって、本当にありがたいなって思ってます、子供の存在が。なのでね、一人では正直太刀打ちできないことも、家族やその周りの人とかがいればなんとかなることってたくさんあるので、そのどんなこう手法で行くのかっていうのに頭を使ったり、そういうことを相談できる配偶者を見つけたりね。プライドが高くてなんか子供を受診させないみたいな方もいらっしゃるみたいなんですよ。発達障害って思いたくないし言われたくないみたいな。でもそれって何の意味があるんだろうって思うんですよね。発達障害ってちょっと名前がストロングすぎてパワーワードすぎてびっくりしちゃいますけど、もう
そんな人たくさんいると思うんですよね。なんかこだわりがちょっと強いとか、譲れないことがあるとか、なんか気にしすぎて落ち込んでしまうとか、そんなのみんなたくさんあるじゃないですか。そういうのをただただ知るためのものだと思っていて、しかも知ったからって別に環境は良くなるわけではなくって、やっぱりそこからそれに合わせた対応だったり、必要なお薬だったり、サポートだったりっていうのをしていく。だから病院に行くってことは別に悪いことでもなければ恥ずかしいことでもないわけですよね。前に進んでいるかどうかっていうのが一番大事なので、そこを見ると思うところはたくさんあったりするわけなんですけれども、そんな風に思っております。少しでも参考になっていれば幸いです。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。